それ以上突っ込まないように。会場の範囲の大きさ。スーパー耐久レース、今年の第一戦が行われますスゴにやってきました。にぎわってますね。多くの人が集まってきています。このレースを運営する組織が生まれ変わるということで取材してまいります。スーパー耐久シリーズ、通称 S 耐。日本最大級の参加型レースで、市販車を改造した車や開発車両を複数のドライバーが交代で運転し、一定の時間内に何周走れるかを競います。ここにドライバー兼チームオーナーとして参加しているのが森蔵さんです。プライベートチームルーキーレーシングを立ち上げ、チームでさまざまな挑戦を続けています。1秒でも多く、1周でも多く走り続けるよ。中でも究極の挑戦が5月に富士スピードウェイで行われる富士24時間耐久レース。24時間かけて周回数を競う過酷なレースで、去年は液体水素を使った水素エンジンカローラで世界で初めて完走に成功しました。レースの現場での開発を自動車業界の発展につなげてほしい、そんな思いを持って S 耐を1991年に立ち上げたのが桑山充さんです。充さんが2013年に他界した後は、妻の晴美さんが事務局長を務めてきました。私はそれまでレースには全く縁がございませんでした。ましてやその仕組みは全く分かりませんでした。夫の意思を継ぐことを考え、何か分からない気持ちに押されるように、よしやるかと決意したのを覚えています。かねてからメーカーの方にお目にかかった時、スーパー耐久をどんどん開発の場に使ってくださいとお伝えしてまいりました。 ST9 クラスの新設はその思いで即断いたしました。しかしその時はまさか水素エンジンという夢のある技術が試される場所になるとは夢にも思っていませんでした。おかげさまでスーパー耐久は今とても良い状態にあると思っています。しかしこのレースの未来を考えたとき、次の段階を考えていかないといけない。それを私一個人の小さな会社で運営していく体制でいいのか、そうした意識も一方で感じ始めていて、ここ数年はずっと悩み続けておりました。悩んでいたときに私の頭の中に浮かんだ方は森蔵さんしかいませんでした。スーパー耐久はとても純粋でまっすぐなレースです。このレースを歪まずにまっすぐ成長発展させていくためにご相談できる方はただお一人しかいませんでした。そうして今回発表されたのが、スーパー耐久シリーズの運営を新たな一般社団法人スーパー耐久未来機構 STMO に承継すること、そして秋夫さんが理事長に就任することです。充さんは2つの大切な思いを込めてスーパー耐久の理念を作られたそうでございます。一つは草の根の参加型レースであり、割り勘レースであるということ。もう一つが開発を通じて自動車産業の発展に貢献するというものです。 OEM が前面に出るのではなく、業界550万人みんなで作っていくレース。車好き、運転好き、そしてチューナーの方々、メカやエンジニアなど多様な方々が参加できる枠組みを残していくことが一番大切なんじゃないかと考えました。新体制では海外のドライバーたちにも魅力を感じてもらえるレース作りなどを目指しています。具体的にちょっと国として考えているところがあったらちょっと教えていただければ、どういうアプローチを取ろうとしているのかみたいな。アジアのですね、モータースポーツ熱というのはものすごくすごいものがあると思います。スーパー耐久の良さっていうのはワールドフェスというよりは村祭りなんですよね。それでこの村祭りのカルチャーというのがやっぱりアジアにもあると思うんですね。
モータースポーツというとやっぱりヨーロッパが発祥であるし、私の世代などはやっぱりヨーロッパのモータースポーツ文化に結構ね憧れできたと思います。まずはねアジアの中には富士があるぞと、ね、その先にニュルがある、というような形で、ニュルと S 隊はですね24時間レースという、共通項がありますので、また車のカテゴリーも似てますから、そういう意味でアジア、日本、そしてヨーロッパという道筋を作れることができるんじゃないのかなと。お手並み拝見でも結構ですからちょっと見といていただければ。個人として関わるのか、トヨタ自動車さんとしてもなんか、関わるのかっていう。これねそうは言っても一人の人間ですからどこが境界線というのはあると思いますが、今日もその辺を意識して森蔵ってちょっと意識的に言ってますし、ニュースリリースには森蔵豊田章男、ね、トヨタ自動車会長とは書いてありません。ですけどじゃあトヨタ自動車の会長はどうしたってことになると、逃げ言葉は今後、あれは双子の兄ですとかね弟の私がこのね理事長と森蔵やってますとかね、そういうことを言い出したら答えづらいっていうふうに思ってくださいそしたらそれ以上突っ込まないように。ご存知のように私いろいろ自公会会長を辞めたといえいろいろございますので、なかなか現場を離れる時があると思います。いろんな課題、いろんなことは現場で起こってる、ということですので、やはり現場に張り付く、意味で桑山さんには副理事長という形でずっと今まで変わらない形で、ここを指揮いただく。旅館で行きますとね、私が総支配人で桑山さんが女将で支配人が加藤さんじゃないかなと。いろいろ旅館に泊まられても総支配人でそう出てきませんでしょですから総支配人はそのぐらいにしといて、実際には支配人と女将が今まで以上にね対応いただき、私はそのいろんな形でねバックアップできるとこはさせていただきたいなと。他にご質問、坂東さんいやもうずっと坂東さんこうペッて見えるんですよね、STMO 機構は、今後スーパー GT と仲良くしていただけますでしょうか。スーパーと名の付くね、レースがスーパー GT、スーパーフォーミュラ、そしてスーパー耐久と3つあります。かつてはこれ1本でした。今は独立独歩でそれぞれが成人をし、それぞれの役割というものをやってきたと思うんですね。ただ日本のレース業界を盛り上げる役割があるという、共通の山は同じだと思います。まずはお話し合いしたいのはスケジュールの時に一緒に相談しませんというところだと思いますね。スケジュール決める時にねエントラントの立場でいきますと結構大変な時あるんですよね。ここ続いちゃうよとか、なんでこれすぐ続くのとかね。ですから日本のモータースポーツが地域的にもかつカテゴリー的にもちょっとバランスよく、そのスポーツイベントをね、見に行けるようなことをするために、実は坂東さんと、私とスーパーフォーミュラのマッチさんで早めに今日のこれが終わったら早めに晩飯を一緒に食べることにしてますから仲良しであるということを皆さんにお示ししてまいりますので、モータースポーツを盛り上げる、みんながワクワクするスポーツにしていく、そしてアスリートたちが参加させやすくする、というのがミッションだと思いますので、坂東さんもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ただちょっと俺の方が先輩で新参者は新参者らしくよろしくお願いします。はい、じゃあ新参者としてさらに新参者の私が今までと同様のお付き合いをさせていただきますからありがとうございます。今回の S 隊でルーキーレーシングではメルセデス AMG、 カーボンニュートラル燃料を使用した GR86、 そして DAT を鍛えるために加わった GR ヤリスの3台が参戦。未来を担う開発の現場であるスーパー耐久、現場ではどんなことが行われているんでしょうか。
今回のスーパー耐久は水素ではなく DAT で参加ということなんですけど、この DAT っていうのはどういう車なんですか？オートマチックトランスミッション、今までの GRS マニュアルトランスミッションなんですね、一足からこう上げていって、その車の状態に合わせてドライバーが変速していく、こういうサーキットで使えるオートマチックトランスミッションを目指しています。プロが運転するって考えると、もうマニュアルが当たり前のように感じていたんですけれども、これをオートマにするっていうのはどういう意味があるんでしょうか？変速シフトのするときに、スピードが上がります。マニュアルは、急いでやってもよいしょよいしょ、こう変える動作が介在するので、これはその変速シフトを限りなく速く作っていくので、その分例えばストレートで走っていくときにそのよいしょとする時間を縮める、速く走る、コーナーに行くときに減速をする、シフトをダウンする、こういった作業をプロと同じようにタイミングを一緒にすることで、アマチュアドライバーもしくはジェントルマンドライバーもプロと同じように走れる。今我々が乗ってるオートマ車にも何かこう還元されたりはするんですか？還元されてきます。今週分かった問題は対策した上で、ソフトウェアとかハードウェアでパーツとしてお届けすることで、お客様はその改良された性能を自分の車に入れることができる。ずっとそれを繰り返していく。減速するときにゾクってくるんですよ。これがたまらなく快感、減速側で感じるっていうのが非常に大事で、減速できて初めて曲がれるし、曲がれて初めて加速できるんですよ。オートマチックトランスミッションこちらになります、エンジンとこの合わせ面でつながっているところ、今までは6速のマニュアルトランスミッションだったものが、今回8速のオートマチックトランスミッションに変わってます。オートマの方が少しマニュアルより温度が高いんですよ。そうなんですか。摩擦が多いのと、なので、とにかく熱の問題で、この空気をいかに入れるかで苦労したのが今回入ってます。改良されてレースの現場で車を徹底的に走らせ、壊しては直す。普段では考えられない負荷がかかるモータースポーツの状況下で車を鍛え上げます。スーパー耐久でこうやっていろんな車をやるっていうのはどういう意味が？小磯さんよく走る実験室ってこのスーパー耐久のことを言っていただくんですけど、このスーパー耐久の特に STQ というクラスを設けていただいたのが本当私たちにとって嬉しい感謝です。開発の現場になっています。サーキットではサーキットでしか出ない問題が出てくる。ドライバーが不安に感じる要素もレースに出ると違う課題が出てくる、でそこで出てきたものを今度はこの場で直す、ちゃんと決められた時間でかつ早く作業を正確に安全にやらなきゃいけない。ここがこのもう一つの人が鍛わるポイントです。昔だったらチーフエンジニアがこういう現場に来て一緒に開発を重ねるっていうのはなかったことですよね。だと思います。モータースポーツの環境をトヨタの車のちょっと枠外に置いちゃってたんですよ。これも大反省で私たち、もったいなかったなと思って、こんなにもうノウハウの宝庫で、車が改善できるもうネタのうじゃうじゃしてるところを私たちずっと無視しちゃってたので、本当に今感謝しています。これがまだまだずっと続いていくんですよね。そうですね。そういう意味で車も増え、もう今若いエンジニア、若いメカニックもトヨタからこのプロのレーシングチームに混じってもっといい車作りを始めてるので、みんなね車が好きだから楽しんでますよね。本当にそうなんですよ。こういう顔してるんですよみんな、なんでキラキラやってるから、こんな楽しいことを自動車会社に入ってやれるなんてそんな感謝のことないです。今シーズンの初戦を終えた森蔵さんは STMO の理事長として初めてのスーパー耐久でしたけれども、まずフェアでね、安全で大きな事故なく、みんながやれたこと、これがまず一番いいですね。その中で、ちょっと個人的にもありますけど、
去年のチャンピオンカーナンバー1を背負った車がね、いろいろその23号車とバトルをしながら最後ね勝てたのは良かったし、それぞれのクラスでねいいフェアなバトルがあったような気がしますね。ですからこれを見た人がねレースで楽しいな参加したいなと思う人がきっと増えてんじゃないかなと思います。このモータースポーツの場で車を開発する意味、それはやっぱりねいろんな会社がねこの場で開発するのは意味があるなというふうにこういうね参加者を見て思ってくれることじゃないですかね。それでそこで出た車がね世の中に出た時にどう思っていただけるかというその長いタームで見てもらった方がいいんじゃないかなというふうに思います。これから森理事長としてこのスーパー耐久がそういう車を鍛える場として、理事長でやった仕事はレース出て走ってただけまあお上と試合にはよくかめてくれました